実はですね、来年2006年がソニック生誕15周年になります。あえてですね、ソニックを原点に立ち戻らせですね、初心に帰ろうということで、この作品のタイトル名をソニック・ザ・ヘッジホッグ、というタイトル名にしています。それとですね、今日はですね、この今見ていただいたソニックのですね、リアルタイムのデモもご覧いただきたいなと思います。はい、それではそのリアルタイムデモプレイをしていただく方をご紹介しましょう。次世代機のソニック・ザ・ヘッジホッグのディレクター中村さんです。どうぞ。拍手。中村さん、よろしくお願いいたします。いやー、ソニックかっこよくなってますね。そうですね、はい、ぜひもう早く見たいです。リアルタイムでもよろしくお願いいたします。それではご覧ください。今回のステージではですね、現在制作している実際のゲームのステージを利用してですね、皆さんにソニックと次世代技術の融合みたいなものを見せれればいいかなと思っています。はい、すごいリアルなビジュアルなんですね。そうですね、今回のソニックは比較的リアルなビジュアルを表現しています。ソニックがもしこの世界にいたらみたいなことを考えながらいろんなものを作っています。ソニック自身というのも何か変わったんでしょうか。そうですね、ソニックの質感とかをですね、いろいろ考えながら作ったりしています。靴のディティールとかもですね、ゴムっぽい表現にしていたりとか、ソニックに毛が生えてるんじゃないかとか、いろんな議論もありながらリアルなソニックを作っていっています。次世代機の特徴としてはですね、この世界全体にハボックという物理演算エンジンを使っていて、物理計算により物の動きがリアルに再現されています。そこにある箱もですね、崩してみると今までは決まった動きしかしなかったものがですね、この箱だと 20kg、 この岩だと 50kg というようなデータに基づいてですね、物理の計算がされて、それによってリアルな動きを見せるようになっています。なるほど。いや、もうまさに次世代機という感じがするんですけれども、さあ、目の前に敵がたくさんいますが、なんか映画に出てきそうなロボットですよね、これ。そうですね、今回はですね、エネミーなんかもこの世界にあった感じでリアルにデザインをしています。倒したエネミーはですね、ラグドールという物理シミュレーションで動いていてですね、これもまたリアルに再現されているんじゃないかなと思います。はい、なかなか難しい用語が出てきてるんですけれども、はい、すごいってことは私も分かります。そうですね、次世代になると大きなことから小さなことまでですね、いろんなことができるようになります。日々技術を研究してですね、それをゲームにうまく融合するという作業の繰り返しになっています。はい、そしてすごいですね、スピードも。そうですね、今回は原点回帰ということで、ソニックの特徴であるスピードに関しても今まで以上に力を入れていきます。こんな感じでブラーの表現とかですね、画角を変える表現をして、ソニックにしかできない超高速のスピード感を今以上にもっともっと追求していきますよ。はい、ところで中さん、今日はもう少し技術的な面も見せていただけるということなんですけれども。はい、今日はですね、もうちょっと技術的な面を分かりやすく見ていただけるようですね、ステージをちょっとアレンジして時間の変化を簡単に見れるような形にしてきました。現世代機ではですね、こういった影や光の具合は作られた絵として用意されたものだったんですけども、次世代機ではですね、夕日になると光がこぼれてきたり、日の高さで、木の影がですね、伸びたり縮んだりとか、こういったことをですね、リアルタイムに計算して表現することが可能になっています。おお、本当だ。それではちょっと先に進んでいってみましょう。はい。ここでですね、ちょっと物理演算を分かりやすく置いてあるんですが、見てみてください。こんな感じでですね、エネミーを倒すとエネミーが吹っ飛んでブロックが崩れたりします。このブロックは1つですね、2kg で計算しています。エネミーもですね、物理と合わさると、爽快にやっつけることができるんじゃないかなと思います。本当に細かいところまで全てリアルに再現されてるということですね。表現がすごいですね。そうですね。あとですね、ここにある木を見ていただきたいんですけども、今までではですね、ただの木で良かったものがですね、こういった感じでキノコが生えたりしています。別にですね、ゲームに関係ないとは思うんですけども、こういうネタがですね、一つ一つ重なってリアルなイメージを作り出しているんですね。なるほど。例えばこのキノコ食べちゃったらソニッ
クが大きくなっちゃうとかはさあどうでしょうね。どうでしょうね。15周年ですし、なんか意味深な笑ってますね、中さん。あそこにいる、エネミーをですねちょっと攻撃してみましょう。はい、倒したエネミーをですね吹っ飛ばすことで足を崩すことができます。そしてですね崩れた足が、崖の間に挟まって今まで行くことができなかった場所に行くことができるようになります。物理演算を使って自分に道を作ることが可能になったというわけなんですね。そうですね。パズルみたいですね。はい、物理演算はですね見た目のリアルな動き以外にもですねこういった、パズル的な要素でも使えます。これ以外にもですね本当はですねいろいろ紹介したいことがたくさんまだあってですね、いろいろあるんですけどまだ実際機の開発、始まったばかりですので、今日はこの辺りで、リアルタイムデモは終わりたいなと思います。石かっこいいな、ソニック最後は決めてくれました。さあ、いかがでしたでしょうか。リアルタイムでもご覧いただきましたが、それでは操作をしていただきました中村ディレクター、皆さんに一言ご挨拶をお願いいたします。ソニックはですねまだまだ、開発途中です。来年に向けてですね、これからも頑張っていくので来年はさらに進化したソニックを見せられると思います。はい、期待しております。ソニック・ザ・ヘッジホッグの中村ディレクターでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。いやー、本当に中さんすごいですね。次世代機というのはね、もうびっくりいたしました。言ってる僕もちょっと大変です。もっと盛りだくさんですからね。そうですね。さあ、まだまだお話を伺いたいところなんですけれども、そろそろお時間になってしまいました。どうぞたくさんの詰めかけてくださいました皆さんに中さんから一言メッセージをお願いいたします。はい、先ほども言いましたけども、2006年というソニック生誕15周年というメモリアルイヤーに来